こんにちは。今回の動画では新年度を迎える前の3月にやっておいてよかった5つの習慣をお伝えします。習慣ややることが決まっていなかった頃は3月中に遊んでおこうとか、4月から必要になりそうなものを買っておこうとか、自分のやりたいことを優先して3月を過ごしていました。新年度を迎えてから想定外のタスクや想定外の出費に慌ててどっと疲れていることも多かったです。物やことをミニマルに整えるようになってからは、時間に余裕ができる3月中に整えられるようになって、4月から慌てずに良いスタートが切れるようになりました。4月から自分や家族の生活が変わる方や、私のように買い物ばかりに目を向けてしまいがちな人は、ぜひ最後までご覧ください。3月中にやっておきたい5つの習慣。1つ目、物を整理する。3月に卒業や4月には入学の方も多いのではないでしょうか。年度終わりもそうですが、卒業するだけで使い終えた教科書や上履き、アルバムや賞状、花束やプレゼント、とにかくたくさんのものを持ち帰ります。そして今まで着ていた制服やジャージ、部活の道具なども不要になり、1ヶ月も経てば新たに制服やスーツを購入しなければいけないという状況になってきます。日常的に物の整理をすることは難しい場合でも、この3月だけは必ず整理をするようにしています。このタイミングを逃すと、古いものと新たに入ってくるものが一緒になってしまい、整理のハードルが上がってしまうので、何としてでも3月中に使わないものを手放すようにしています。使わないけれど取っておきたいものは厳選して思い出ボックスでまとめています。私のおすすめは、これからやりたいこと以外のものは手放すことです。例えば、これから入社して仕事を頑張りたいのなら、漫画本やたくさんの服やコスメは不要かもしれませんし、これから新しい場所でモテたいということなら、今あるダサい服は全部手放して筋トレができる環境を作った方が良いかもしれません。この方法ならやりたいことへの原動力を使うので、前向きに物の整理ができるようになります。ぜひ試してみてください。3月中にやっておきたい5つの習慣。2つ目、仕組みを作る。物を整理したら、今やっていること、やりたいことがすぐに取り掛かれるような仕組みを作るのがおすすめです。4月になって新生活になると、忙しくなるだけでなく、慣れるまでに苦労したり、疲れがたまることも多くなります。なので、この時期に今すでにやっていることは仕組み化しておくことがおすすめです。私の場合は、家族がいる春休み中にパソコン作業を図書館やカフェを利用することも多いのですが、必要な道具をすぐに持ち出せるようにすることで、行こうかなと迷ったり考えたりする時間がなくなります。寒い日のランニングも面倒になりがちですが、朝からウェアを着て過ごせば迷うなく走るようになります。毎日同じようなルーティンの場合は、最初に仕組みを作ってしまえば忘れ物や探し物がなくなってすぐに支度ができるようになるので、新たにことが増えた場合でも対応がしやすくなります。私はこのタイミングで家計簿をつける仕組みや支払い方法などを変更しています。4月になってから始めると忙しくて混乱してしまいそうですが、この時期に試しておくと調整もしやすいので安心です。うまくいったら家計簿の流れも動画を作りたいと思っています。3月中にやっておきたい5つの習慣。3つ目、使わなくなった口座を解約する。学校やアルバイトなどで使っていた口座は、このタイミングで解約するのがおすすめです。
以前は使っていない口座でも思考停止で持ち続けていました。ですが口座を放置しておくと手続きが煩雑になったり、不正利用のリスクが高まったりするだけでなく、維持手数料が発生してしまう可能性もあります。私も銀行の口座をできるだけ減らして自分が管理しやすい数に絞ったところ、お金の管理がしやすくなって結果的に貯金ができるようになりました。少し前に口座を解約しようとしましたが、学校からの返金があったり、最後の児童手当の振り込みがあったので見送っていました。卒業式を終えてから口座を解約しましたが、振込先として指定している口座の場合は注意が必要なので気をつけてくださいね。3月中にやっておきたい5つの習慣。4つ目、固定費を見直す。4月からの新生活に向けて学校への授業料を支払ったり、制服やスーツ、家具や家電の購入などいろいろと出費が増える時期かと思います。ちなみに我が家はこのタイミングで愛犬の手術が必要になったり、食事の制限がかかったりと、これからさらにお金がかかることが予想されます。この3月中に固定費を見直したり、使っているサブスクを書き出して、使っていないものはないか、使う頻度が下がっているものはないかを確認するようにしています。私は勉強のためにと Kindle Unlimited に入っていましたが、読みたい本が対象になっていなかったことが続いたタイミングで解約をしました。サブスクは入りたければすぐに始められるので、こまめに見直すのがおすすめです。そして3月に契約期間が終わる電力会社もエネチェンジで乗り換えをしました。住所や家族の人数、電気使用量などを入力すると、おすすめの電力会社を教えてくれて、年間どのくらいお得になるかを算出してくれます。キャンペーンなどをやっていることも多く、私もキャッシュバックがあるところに乗り換えをしました。ネットで入力するだけで乗り換えができるので、シミュレーションだけでもやってみると良いと思います。3月中にやっておきたい5つの習慣。5つ目、小さく始める。新年度が始まるタイミングで、心新たに何かを始めようと考える人も多いのではないでしょうか。私も先日、美穂さんのキッチンツアーで、ときめく道具たちに物欲がかきたてられて、過去の過ちを犯しそうになりましたが、美穂さんのキッチンを見て、私が魅力を感じたことを書き出してみました。砂糖を摂取しない、野菜やお肉を蒸し料理、おやつ米麹を使ったあんこを食べている、調味料に塩麹を使用している。書き出してみるとヘルシーな食事に魅力を感じていることが分かったので、解決策も書き出しました。米麹は炊飯器で作れそう、ストーブ鍋で蒸し料理も作れそう、小豆を煮ておやつにすることは今すぐにできそう、そして塩麹も作れそう。書き出してみると、すべて今あるものだけで取り入れられそうだということが分かりました。以前ならすぐにでもせいろも鍋も買っていたと思いますが、あくまでも道具は手段です。いくら体に良いものであっても口に合うかは分かりませんし、家族が好きでないということもあります。まずは今あるもので小さく始めてみて、米麹の甘さが気に入ったら発酵メーカーを取り入れたり、蒸し料理の頻度が高いならせいろを取り入れるのも良いかもしれません。ランニングもそうですが、まずはコストをかけずにやってみて、継続していく中で頻度が高くなって必要になったら物を買い足すのが良いと思います。新年度はただでさえ忙しくなることも多いです。私のように思いがけず役員になることもあるかもしれません。
まずは小さく始めて6月くらいに少しずつチャレンジしていくのが良いと思います。いかがでしたか？今回の動画では3月中にやっておいてよかった5つの習慣をお伝えしました。3月中に物やお金を整えておくと、4月からの新生活に集中して取り組むことができます。私の経験ですが、特にお金の不安はストレスを感じやすくなるので、固定費だけでも何にいくら支払っているかを確認して見直してみてください。整えは早いに越したことはないので、今日から一つでもぜひやってみてくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。